個人的に注目の今年の新作の話。1本目、先日ロイヤルオークでおなじみのオーデマ・ピゲが新作を発表しました。それがこれ。この時計は世界的なファッションデザイナーマシュー・ウィリアムズさんとのコラボレーションで誕生したモデルで、最新モデルとクロノグラフが3種類発表されています。このマシュー・ウィリアムズさんというのがナイキとかモンクレールとコラボしていたり、ジバンシーのクリエイティブディレクターをやっていたりと、すごい方なんですね。とりあえず最新モデルを見ていくと、まず目に留まるのがインデックスもデート表示もタペストリーもなくて、サテン仕上げの文字盤にオーデマ・ピゲとマシュー・ウィリアムズさんのブランドのロゴがあるだけという超絶ミニマルな仕様になっています。クロノグラフの方もインデックスが全部なくなっていて、少し異質な雰囲気を感じるデザインで、ファッションブランドの時計ではありそうなデザインだけど、世界三大時計ブランドのオーデマ・ピゲの看板モデルロイヤルオークでやるっていうのが驚きですね。でも結構かっこいい。こういうファッショナブルなデザインに老舗の技術で高級感バリバリの美しい仕上げを加えることで、すごくいいモデルになったと思います。ただ当然ながら値段もすごいし、そもそも普通の人が買えるものではないので、欲しいとすら思えないレベルの時計ですが、こういうコラボっていいですね。ルイ・ヴィトンとシュプリームみたいな感じのラグジュアリーブランドとストリートのコラボとか、あとは G-SHOCK とマルジェラみたいなデザイナー系の方とのコラボってすごく新鮮なプロダクトになって、見ているだけでワクワクするし、実に面白い。割とガチで現実的に買える価格でかっこいい時計をどこかのブランドさんお願いします。2本目、お次は気を取り直して買いやすいモデルなんですが、ロンジンのマスターコレクションの新作ですね。これは去年発売された190周年モデルの別バージョンですが、このデザイン結構好きです。ブレゲ数字にスモセコの組み合わせがクラシックでストライクなんですよね。しかもダイヤルが3色展開されているんですが、シルバーカラーの文字盤にはサンドブラスト仕上げ、サーモンカラーの文字盤には垂直のブラッシュ仕上げ、アンスラサイトの文字盤には脂肪加工が施されていて、色ごとに違った加工になっています。こういう細かい違いがあるところも好印象です。ベーシックなシルバーカラーももちろんいいんですが、アンスラサイト文字盤もダイヤルと針とインデックスの色合いといい、脂肪加工といい、なかなか好みの感じです。すでに定番カラーを持っているよっていう方には、このアンスラサイトダイヤルが良さげな気がしますね。あとはこのエタベースのムーブメントもよろしくて、シリコン製のヒゲゼンマイが使われていて、温度変化や時期に強い。さらに72時間のロングパワーリザーブなんですね。さらに去年のセンターセコンドモデルはケース系が 40mm だったんですが、これは 38.5mm とやや小ぶりになっていい感じです。クラシックな時計が好きな人には結構ヒットする時計なんじゃないかと思います。3本目、最後は別の動画でも紹介したことがありますが、ティソの PRX パワーマティック80の 35mm のモデルに新色のアイスブルーが登場しましたね。PRX とモーリス・ラクロワのアイコンをエントリーラグスポウォッチ二大巨頭と勝手に呼んでいますが、アイコンもリミテッドサマーエディションという形でアイスブルーが出ましたね。個人的には PRX の方がシンプルで、かつ小ぶりで好みなのでこちらを取り上げてみました。アイスブルーって爽やかないい色で欲しいなぁと思う一方で、少し派手めな色なので若干手を出しづらい感じがありますが、この PRX であればシンプルで使いやすいデザインとスペック、その上比較的手を出しやすい価格、アイスブルーの時計を買うとしたらこれではないかと思わせる仕様になっているのが良いですね。ロンジンもティソもそうなんですが、このくらいの価格帯だとスウォッチグループがかなり魅力的ですね。エタベースのムーブメントを乗せられるというのが強いですよね。ではそんなとこで